にちは。今回はバンドリ、アベムジカ第12話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。新世界の神になる。とんでもねえあたしゃ神様だよ。宗教を始めますわ。神になった女。ならば私が神になろう。再デビューってこないだ復活したのは何だったんだ。結局家の力使うんじゃん。すっかりつきものが取れたような顔してんな。ヤガミライトと気が合いそう。さきこさきちゃんでスノーとこじらせかな。すみみの相方かわいそうじゃない。ガキが大人振り回しまくってんな。吹っ切れてこっからまともになる感じなんかな。こりゃオープニング入れ替えたわけだわ。メンタル強いヤミさんがリーダーするべき。まあ結局は実家の影響力を利用しているんだけどね。言うて実家の力があってこそですよね。それむっちゃくちゃかっこいいじゃんさきこ。最終回みたいな12話。前より喋るようになったむつみって感じだな。もーちゃん荒野の妖精になったむつみかわいいね。バンドリ史上初なんじゃないか。神になった女は。いきなりエンディングとかスクライド最終回以来の衝撃なんだけど、あっちも島が舞台で本土とあれこれの話だったが。夏いな。そういやそうだったか。あれもじいさん元川の闇もなんも解決してね。ユニコ脚本すごすぎる。他の人とはオーラが違う。さきこ頑張ったな。みんなを背負う覚悟。嘘やろ。運命に抗ってたけど嘘やろ。過去話は全部ガチでした。嘘やろ。初音母とウイカは本土に引っ越してたのか。出ないまま終わるのかな。別にインディーズバンドでいいじゃん。なんか生きれば良い問題なの。それだと生活ままならないからじゃない。少なくともむつみ以外は生活費稼ぐ必要あるし。人気なんだしインディーズでも食っていけるでしょ。さきこ、私が神になりますわ。おおむね着地するところに着地したわね。やっぱりユニコ脚本やいわ。なんか軌道修正したな。これぞユニコって感じだね。迷子に戻った感じがある。本物ウイカが島に存在しているとややこしいから、ウイカは初音の妄想じゃないか。本物ウイカは存在していたが本編に全く絡まないからセーフ。初音はウイカ継続。これは読めなかった。悔しい。スカ本土に引っ越してんならなおアウトな行為で草なんだよな。で本物のウイカ結局どうなってんの。今も生存してるならウイカが炭火で初音がムジカやるとかありそう。そうなると右と左状態になるけど。まさか最後板のウイカじゃないの。さっきこぶち切れちゃったじゃん。神になる私の字幕付きをください。お願いします。俺にできることなら何でもするから。朗報。戸川咲子12話にしてようやく主人公になる。ウイカというか初音が主人公なはずだったけど12話でクレジットのトップに咲子来てたっけ。勢いで押し切った感はあるがハッピーエンドなのでよし。ウイカかわいいよウイカ。今週を見て確信した。監督が魔改造したムジカよりユニコ原案のムジカを見てみたかった。対バン合同ライブそれともフィルムライブ形式。何にしろ迷子楽しみ。よかったんじゃね。あとはライブして終わりなだけだし。親父が元気そうで安心したよ。戸川の家の恐ろしさ念押し。何仕掛けてくるんだ。あとは最終回大騒ぎして大団円風味。これでいいよ。さりげなくモニカ全員セリフあったな。迷子でポッパが出た時も全員に喋らせてたな。新世界の神になる系女子。おつさん戸川が恐ろしいとか言ってるけど元はといえばお前の下半身がだらしないせいやんけ。だよな。今の時代 DNA 鑑定したら相続は有利に働くし財産分与の放棄を未成年に強要するのもアウトすぎる。クソ親父しれっと立ち直っててくさ。この匂い嫌いですわ。この匂い嫌いですわのくだりはめちゃくちゃ柿本監督っぽいなぁと思った。柿本くんそういうことするよね。島に迎えに行ってハッピーエンド期待した通りでよかったよ。3大解決してない問題。むつみもオティス融合後どうなったか問題。ニャムチの演技できない問題。
ウミリの信用問題、ウイカ、妹問題、親父問題、じいちゃんの許可ない問題、咲子がなぜ急にやる気出したのか。あと一つは、お父さんは部屋の掃除してたし、なんとか頑張っていく感じだから実質解決してる。ニャム演技できない問題はむつみがサポートしてくれるらしい。11話の一人劇いらなくて12話で説明すればよくなかったか。先週の寸劇はライブでやるための演出。ラブライブサンシャイン1期最終話の寸劇はものすごく叩かれたけど、ライブでやったら大好評だった。ともりに別れを告げるような手紙を書いたのはやっぱりあれか。バスの名前がメモリアル高松号だからか、思い出にしたのかともりを。羽岡から去るつもりなんだろうか。入婿より直系の方が強い理論で押し通すというのはまあ、ありえるな。血筋の方が強い一族のようだし、しかし家族本土に引っ越しとあるが、じいさんの手が回ってるんじゃなかろうか。結局同性エンドにするのは、ユニコミあふれる展開。コーヒーばかりですぐ破綻しそうな同棲生活なんだけど、大丈夫。この匂い嫌いで座って必要だった。単にコーヒーが嫌いなのか、それとも夢の終わりを思わせる朝の目覚めを象徴するようで嫌なのか。秘密を全て明かす必要はない。嘘も飲み込んで生きるって話だと解釈したかな。綺麗事だけで生きないって話だと思うわ。多重人格やら隠し子騒動やらで疲れた。来週は存分にライブ見せてくれ。勢いで押し切ったな。実質最終回かな。よかったわ。エンディングとオープニングを入れ替えるのは銀玉の区切りの時を思い出したな。実質最終回かな。これでまたアベムジカが始まるってことね。構成神か。これオープニングとエンディング逆にするの納得。めちゃくちゃかっこいい終わり方。最後にオープニング持ってくるってことはここから始まるってこと。いろいろ吹っ切れたな咲子ちゃん。今回の話めっちゃ良かったな。バンドリだった。さちちゃん、家を出るとき大切にしてた人形を置いたままで、例のノートだけ持っていったところに今までとは違うんだなって思った。覚悟が決まったってことだよね。ここから逆襲か。自信満々の咲子ちゃんは頼もしい。普通に富わけでは咲子の方が貞治より立場強そう。直系の後継者だし。そうだ、アベムジカは何にもとらわれず己自身が神となって人々を魅了するバンドとなるのだ。咲子、本当によくやった。アニメムジカでやっとすっきりした気持ちで見終われた。咲子やべえ好きになるってこんなん。良い意味でも悪い意味でもこんなに心がガタガタするアニメないぞ。神になるか咲子。最終回は良いライブを楽しみにしてるぜ。そうか、エンディングを初回に持ってきたのは、これまでの運命にとらわれていた咲ちゃんの人生の終わり、そしてこれから始まる運命にとらわれない咲ちゃんの人生と、新生ムジカの始まりだからオープニングを最後に持ってきたのか。全ての問題に無理やりけりをつけてついにムジカ復活ののろしが上がる。一度どん底まで落ちて吹っ切れた咲子ちゃんはもはや無敵なのです。初音ちゃんも咲子ちゃんからプロポーズされて満足そうにしてて何よりです。笑い。暗闇にいた彼女たちにもついに光が差した。これから彼女たちは自分たちの足で自分の道を歩いていく。世界は醜くてもそれでも人の心に光はあるとはこういうことだったんだな。希望の未来へレディゴー。例の島に逃げ込んだウイカもとい初音さんを強引に連れ戻し全てをリセットし、神になった戸川咲子さんの無双が止まりません。あとは再デビューライブまで突っ走るのみ。ところで本物のウイカはどこに。家柄なんてものは過剰に怖がられた結果、本当に怖いものという扱いになってしまっただけのものであり、そんなタコみたいな存在の犠牲など受け入れるいわれはない。どうやらバンドへの覚悟はようやくできたようだな。今回は2人に焦点を置いて物語が進行。現状でバンドが抱える問題はある程度クリアできた感じでしょうか。バンドの再出発を目標に動いていき、予告ではライブシーンも流れました。最終回は早く見たいですが、まだ終わってほしくないですね。もううんざりだというしがらみがいい意味での忘却につながる。咲子が本気になったらおじいさまも阻めないところはあるんでしょうね。
ちょっと気分は晴れました。咲子が覚悟を決めた今、気になるのは戸川家の動きとコーヒーの件でしょうか。咲子のこれからの人生に幸を受からんことってセリフがいっつ迷子のお幸せにと同じ言葉の意味なのに、こんにも意味合いなってるの。美しすぎるし素晴らしすぎる。この誰もがハッピーエンドを想像できなかった2つのバンドがこんなに綺麗に終わるの、天才すぎる本当に。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。